線をつける位置についての、お話があったと思うんですけれども、はい。これは先生はどのあたりに、つけるような意識をされていらっしゃるかというところをまず教えていただけますか。はい。ほとんどの人が左目、もしくは両目の中間につけていると思いますけれども、私の場合は相手の左目の方につけております。これは、せめて打つ場合には、スッとやっただけで中心に剣線が変えれるというのと、もう一つは防御する場合もわずかに開いただけで小手が隠せる。あるいはそのまま上げたら面が防御できるという、理想的な位置だろうと思います。そこで私は左目の方に剣線をつけておりますけれども、もちろん、一定しているわけではありません。相手の動きによって対応しなければいけませんから、真ん中に来る場合、あるいは少し外れる場合もありますけれども、相手のこの体の中から外さないようにということは鉄則だろうと思います。例えば私の師匠の、中倉先生は真ん中でしたね。で、なんで真ん中かというと、攻めて打つ人はやはり真ん中の方がそのまま打てるわけですから、ところが、相手に対して変化して使う人はやはり左目よりもやや開いている人もたくさんいらっしゃいます。ですから構えを見て、あ、この人は仕掛け技が得意なのか、あるいは応じ技が得意なのかというのも見分ける一つの、剣線の位置にもなってきます。で、今の剣線のつける位置について教えていただいたんですが、中心の取り方についてですね、それはどのようなことを、意識されていらっしゃるかというところを教えていただけますでしょうか。私はあまり中心を取ろうということはですね、あまり意識をしません。ただ、打てるときにはやはり中心に自然といってると思いますけれども、それは相手との対応の中で、中心にいってるかどうかということになると思います。よく見受けられるのはやはり左目につけたままで振り上げをしてしまうという人がたくさんいらっしゃいます。やはりこの左目に、私も左目につけておりますけども、振り上げるどこで真ん中に持ってくるのか、ここで持ってくるのか、あるいはここのところで持ってくるのか、ということをなるべく早い時点で中心に持ってこなければ、外れた打ち方になりますし、刃筋正しくいけないということになります。ですから、中心に来て打つ場合、相手との対応で開いたらそのまま真ん中に帰りながら打ちを出す場合というのが、主になってくると思います。必要以上にその中心を取ろうという意識はされていらっしゃらない。そうですね。これは心が止まる指針というのと一緒で、あまりにそこに、中心を取ることに意識しすぎると打ちが出ないと。何のために中心を取るかというと、打つために中心を取るわけですから、打つことの方に重点を置いて、やってます。中心を取ることが目的になってしまわないようにっていうか。そうですね。はい。ですから人によっては中心を取って、抑えた。今度は裏に回してまた抑える。何のために外したかという人も多々おりますので、表から抑えて自分が中心取ったら打たないといけないのは、抑えることに視力がいってしまうという人も稽古の中ではたくさん見受けられております。そしてやはりその打つことっていうのが目的なのでということです。そうですね。打つために構えるわけですから、打つために相手を崩すわけですから、相手をどうして打つかというのが剣道の一番の難しさであって、まだ楽しさでもあると思います。